すればね、一応対面県3代目茂木宏です。今日はもう皆さんがもう大変知りたがっている対面県秘伝の元祖オムライスの作り方をお教えしたいと思います。これは必見ですよ。ぜひ、覚えて、参考にして、何回も練習して、美味しいオムライスをお子様に作ってあげてください。では早速作っていきたいと思います。材料はね、至ってもうシンプルです。もううちの、創業今年で90年なんですけれども、もう至って昔からやっている、ものを今でも継承してるんで、もう玉ねぎですね。玉ねぎ、ハム、ちょっと量が多いですけど、卵、バター、そして一番重要なフライパンですね。もうこれオムライス専用のフライパン、もうこれだけでもうとっても美味しいオムライスができます。ただ材料はこれだけですけれども、調理器具と材料はこれだけですけれども、一番重要なのは腕です。ですから諦めずに、コツをお教えしますので、ぜひ、練習してお子様に美味しいオムライスを旦那様でも、作ってあげてください。では早速、材料から切っていきたいと思います。まず玉ねぎです。玉ねぎはもう半分に切ってあります。で、玉ねぎはみじん切りです。で、みじん切りはまずヘタは取っといてください。ちょんと端っこはね、こう包丁が逃げてしまうのでね、こうちょっとね、こう傷を入れておきます。そしたらこうヘタを残す感覚でヘタを残す感覚で細く切っていきます。そして今ヘタがね、ヘタを中心に下だけ切りました。ただ横にします。そしたら少しこう本当はね、線をこう入れて2本ぐらい入れてもいいんですけど、僕は1本しか入れないんですけども、あとはもうこう横からこう引き切りで切っていきます。こう開いちゃうんでね、こう押さえてね、こう開いちゃうんで、切ってるうちにこうどんどん開いていっちゃうんでね、こう押さえてもらって、玉ねぎ開かないように押さえてもらって、引き切りで余分な力を抜いて優しく切っていくと、焦んなくて大丈夫ですよ。でもしこう切れなかった場合はまた上からこう少し押し切りしてもね、大丈夫ですね。こうどんどん切っていきましょう。でちょっとこういう風にね、切り損ねたところはもうこう細かくもう普通に切っていけば、こう細いところもね、こうまた横にして切っていけば、ヘタだけヘタは使いませんからね、ヘタだけ残して、あとこの状態にして、軽くここに中心にこうやじろべえのようなここ中心にこう包丁を動かしていくと、このまま細かく切っていけます。こ
これでみじん切りが完成しました。でやっぱり卵が主役な料理なんで、鶏肉だとやっぱりゴツゴツして卵が主張しちゃうんでね、うちはやっぱりハムを入れることによってやっぱり卵の料理として認知してもらおうと思いまして、結構細かく切ります。まずもう半分に、またハムもロースハムなんですけど半分に切って、大体5ミリぐらいの幅でね、これもう市販のハムで十分ですから、もう特別なハムをお店では使ってますけども、ご家庭ではね、スーパーで売ってるハムで十分なんで、あとはもう5ミリぐらいの幅で料理ってね、全部形を揃えた方が綺麗に見えますんでね、形を綺麗に揃えて雑に切んないで全部同じ形で切っていった方が見栄えもいいですしね、火の通りも同じ大きさで切れば火の通りも同じ時間で通りますんで、これでもう切るのはもうこれだけですから。まず、ご飯炒めていきたいと思います。今日2人前炒めます。火は中火です。でやはりね、最初にやはり洋食なんでバターで炒めていきます。これね、オリーブオイルで炒めるとね、コクがなくなるんでね、大さじ1のバターを使って炒めていきます。バター溶かす時はね、火を緩めたりするんじゃなくて、フライパンを上下に上げながら溶かしてください。バターって焦げやすいんでね、フライパンを上下に上げながら溶かしていったり、ちょっと横に置いて余熱で溶かしたりしてください。そうすることによってね、いちいち動かす手間が省けますんで。ちょっと溶けてきましたら、そこにまず玉ねぎのね、玉ねぎ炒めてね、甘みを出していきます。最初玉ねぎ炒めます。これであんまり火強いとね、焦げちゃうんでね。で玉ねぎを炒めていって、飴色になるまで炒めてもらって、そうするとやっぱりこの辛みが甘めに変わりますんでね。うちのオムライスってやっぱり優しいオムライスなんで、やっぱ昔の洋食って結構優しい味が多いんで、ちょっと焦げそうになったら一回フライパンをちょっと火から外してもらって、ここで調整しなくてもね、ちょっと揚げてもらったりして、でだんだん色が変わってきたら、そこに先ほど切ったハムですね、ハムを入れていきます。ハムもね、もう加熱してありますんでね、で少しちょっと玉ねぎにバターが結構バターのうまみが結構吸ってますんで、これでちょっと小さじ1ぐらいのバターをちょっと入れるとまた一段と美味しくなります。結構バター使います。バターは基本的に無塩でもいいんですけども、今は有塩使ってます、うちは。でこういうね、フライパンって触れるとね、すごい楽なんですね。で一番間違えるのが、ここに最初にご飯入れちゃう人とケチャップ入れる人と2つ分かれるんですよ。でここで最初にご飯入れちゃうと、最後にケチャップを後からご飯の後にケチャップ入れちゃうと混ぜにくかったり、酸味が残っちゃったり、ちょっと混ぜにくかったり、ご飯の白いところ残っちゃったりとか、
いろんな味がまばらになったりするんで、ここはねやっぱりこのケチャップを先に入れるっていうのが定番ですね。これはもう本当うちが昔からやってること、今料理研究家さんとかいろんな方がこうみんな真似してやってますけど、うちが最初にこういろいろテレビでやったりとかしてて、みんなもう当たり前の方にやってますけど、ケチャップをこう最初に入れて、あと煮詰めるっていうこのねケチャップをこうブツブツ煮詰めていくっていうのがね、煮詰めるっていう作業がね必要なんですよ。そうすると程よい酸味が消えて甘みに変わります。酸味が飛んだんでご飯入れます。ご飯ください。でご飯もね基本的には、冷や飯を一回電子レンジでレンジアップして、一回温めてほぐしやすいようにして、ご飯を固めに炊いても意味がないんで、ご飯を固めに炊いてしまったら他の普通に食べると美味しくなくなっちゃうんで、せっかくの美味しいご飯が固めに炊いてもねもったいないんで、卵で巻くんで味が薄まるんですよ。ですからここでちゃんとしっかり味をしようっていうことで、塩コショウもホワイトペッパーですよ。ブラックペッパー入れちゃうと辛みが増しちゃうんで、もうホワイトペッパーでしっかり味をして、しょっぱいんじゃなくてしっかり味をしようと。ここからがねべちょべちょにならないように、やっぱりご飯をちゃんとここが出たとこういう風になっちゃいますけど、この時に火弱めちゃうとご飯がきれいに回らないんで、やっぱここからは火はちょっと強めにした方がいいですね。火はちょっと強めで、こう水分を飛ばすような感じでね、もうこんな感じでもうこれでもいいんですけども、基本的にはもし触れればね一番はいいんですけどね、もうこれが一番粘りがなくて、ここがやっぱり美味しくなるかならないかのご飯が味が変わるんですよ。ですからこれを練習してもらいたいですよね。ですから何回もこのムービー見て、上げて落として上げて落として上げて落として、前にやってんじゃなくて上げて落として上げて落としてっていう練習をしてもらえれば美味しいご飯が作れると思います。でもこれでご飯は完成ですね。3代目スペシャルのオムライス専用のフライパンを使って、これやっぱりオムライスのねこの角度とこの角度で厚さ、いろんなことがあって、これオムライス専用ですから叩きやすいようになってたりとかで、これも大さじ1入れます。で火は中火です。でこれが卵3つです。2つでもいいんですけど3つがより一層とろみが増します。そしたらフライパンを前後に振ります。フライパンをこう動かします。五徳をこう上に上げません。フライパンの五徳の上をこう転がすような感じ。五徳の上を転がすような感じで全体にこう火をねもうこれだけなんですよ。もうこう回してもうたったこれだけですから。でそこにご飯を真ん中に置きます。もうこれだけです。そしたらあとはもう卵焼きの反対ですね。
そしてあとはもう火の上に火にこうかけないとね回んないんですよ。そしたらあと叩くだけです。こうコンコンコンってこのような感じ。一回一周しますね。一周させたらもうこれでもうこれで出来上がりでございます。うん、おいしい。ぜひ作ってみてください。